皆さんこんにちは。現在車で走っているこちらの橋は肘折のぞみ大橋。平成24年の大規模な土砂崩れの際、5ヶ月足らずで建てられた橋です。今回は山形県肘折温泉元河原湯をご紹介します。肘折温泉の開湯は室町時代と言われ、合算参りの際の湯治場として栄えてきた大変歴史のある温泉です。肘の怪我に苦しむ僧が湯に浸かったらすぐに傷が癒えたことから肘折と名付けられたとされています。元河原湯は温泉街から少し離れた川沿いの一軒宿で、茶色の濁り湯の自家源泉が自慢の宿です。今回は元河原湯の川川和室に宿泊しました。この動画では肘折温泉元河原湯がどんな宿なのか、今回のお部屋と大浴場、夕食と朝食までフルレビューします。最後に肘折温泉名物の朝市や日帰りのカルデラ温泉館もご紹介します。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひチャンネル登録の上じっくりとご覧ください。元河原湯に到着しました。宿の概要をご紹介します。最上川の支流、銅山川のほとりに佇む一軒宿。それが湯宿元河原湯。創業は昭和49年、肘折温泉では比較的新しいお宿です。こちらの建物は平成2年建築の鉄筋4階建て。客室は全13室となっています。こちらは創業時からの徒歩でフロントや食事処があります。元河原湯は日本秘湯守る会会員。共同源泉以外に自家源泉を持っていて、両方の温泉を楽しむことができます。こちらはフロント、隣には売店があります。ロビーはとても広く開放的になってますよね。こちらは名水土地の井。料理にも利用されている名水です。こちらは売店です。地元のお菓子や小物などが売られています。ビールなどのドリンク類はこちらの冷蔵庫から購入します。当日の湯温が掲示されていました。こちらはギャラリーのようなスペース。階段の上はお食事処になっています。客室へ行ってみます。エレベーターがあるのは嬉しいですよね。チェックインです。宿泊費はチェックアウトのところで発表します。アプリでワクチンパスを提示して無事に割引とクーポンをいただきました。お部屋レビューです。はい、今回のお部屋はこちらの楓というお部屋になります。鍵はね、こんな感じになってます。まず入ってすぐね、こんな感じで玄関がありまして、こちらがトイレですね。そしてこちらにね、小さいですけどもね、洗面がありました。洗面はこんな感じになってまして、シンプルな感じのね、洗面になってて、石鹸が置いてあるという感じになりますね。上の方にはね、鏡もあります。こちらにはカップとドライヤーが置いてありますね。そしてトイレですけども、トイレはね、こんな感じのウォシュレット付きのね、シンプルな感じのトイレになってますね。さて、それではお部屋に入ってみたいと思います。
こちらがね、今回のお部屋、川側の和室の14畳のお部屋ということになります。リビングとね、ベッドスペースがあって、なかなか広いお部屋になってますよね。そしてちょっと奥までね、まず行ってみますが、窓を開けるとね、こんな感じの川で、結構豪快に大きな川がね見えますけれども、こちらの川は銅山川という川で、今も雨降ってますけども、少し前に雨が降って水量が増しているような、そういった状態みたいですね。そしてね、一応ね、こちらの川側の方がね、基本的には、この川がしっかり見えて景色のいいお部屋ということになってます。結構あとね、奥行きが奥の方ね、かなり奥の方に奥行きがあって、全体ではなかなかね、いい景色かなというふうに思いますね。そして窓側から改めてお部屋を見ると、こんな感じになっています。全体がね、畳敷きで和室ということになってますけれども、こちらのリビング側のお部屋が8畳で、こちらのベッドスペースが6畳ということで、全体では14畳ちょっとぐらいのね、大きさのお部屋ということになってますね。こちらにはね、冷蔵庫がありますけども、冷蔵庫の中にはお水がありまして、こちらは玄関にもあったとちの井という名水ですね。こちらのテレビはね、32インチぐらいの小さめのテレビということになってますね。それからこちらに歯ブラシとね、あとひげ剃りと櫛が置かれてます。こちらには金庫がありますね。そしてソファーがあって、テーブルと座椅子があるということになってます。そしてテーブルの上にはね、こちらフレンドルパンというふうに書かれてますけども、あとはこちら抹茶の粉末ですね。それからこちらはキャラ吹きですね。吹きのお漬物みたいな。あとはね、こちらにお茶のセットが用意されてます。そしてね、ベッドルームはこんな感じになってますね。ベッドもね、しっかりと足のついたベッドになってますね。こちらにはセンターテーブルが置かれてて、下がね、畳になってますので、柔らかめの下の上にベッドが置かれて、これはね、結構個人的にはね、好きなタイプのベッドの置き方かなというふうに思いますけども。そしてこちらはクローゼットのようなスペースになってまして、こちらに浴衣とバスタオルですね。あとね、こちらの巾着といいますかね、袋には元河原湯というふうに書かれてますね。こちらフェイスタオルですね。ということで、元河原湯川川和室でしたけれども、いかがでしたでしょうか。こちらのね、元河原湯旅館についてちょっと解説をしたいと思います。元河原湯は全体で4階まであるんですね。お部屋はね、4階から1階までありまして、全部で13部屋あるということで、2020年の4月にね、改装されているということになります。こちらの銅山川という川側と、それから山側のお部屋がありますので、どちらかというとね、川側の方が景色がいいのかなというふうに思いますね。1階には貸し切り風呂の河原湯というのがありまして、時間予約ということで、チェックイン後にね、予約をするということになります。ただ夜10時からね、朝8時までは空いていれば入れるお風呂ということになります。そしてこちらのね、河原湯特徴はね、元河原湯の源泉のみを注いでるということで、濁り湯のね、素晴らしいお風呂みたいですので、こちらはね、後でお見せしたいと思います。それから展望風呂ですね。こちらの展望風呂に関しては、男湯が地蔵の湯、女湯が観音の湯ということになってまして、こちらはね、貸し切り風呂とまたちょっと泉質が違うみたいで、混合泉ということになってるみたいです。こちらもね、撮影の許可をいただいてますので、後でお見せしたいと思います。全館 Wi-Fi が使えて、Wi-Fi のスピードはね、38Mbps ありますので、十分かなというふうに思いますね。あとはね、こちらの肘折温泉街ガイドマップっていうのがね、お部屋にありまして、肘折温泉っていうのはね、宿の数、20近い宿の数があって、元河原湯はね、川沿い、銅山川沿いの、ちょっと外れたところにあるんですが、こちら側に昔風のね、雰囲気のいい商店街のようなところがありまして、こちらでね、朝市なんかが開かれているということで、こちらは明日の朝行ってみたいなというふうに思います。
それからこちらにねカルデラ温泉館と肘折イデル館とか書いてますけども、こういった日帰り温泉もねいろいろあるみたいですので、こちらもできればね行ってみたいなというふうに思います。お風呂をご紹介します。まずは貸切風呂河原湯。扉の前の札で予約をします。はい、こちらがね貸切風呂河原湯の脱衣スペースということになります。貸切風呂ですので、カゴが2つあるぐらいの狭めのスペースになってますね。でこちらにはね洗面がありますけれども、洗面も本当シンプルな感じのね洗面になってます。こちらが貸切風呂の温泉の分析書ですけれども、こちらの貸切風呂はね元河原湯の自家源泉ということで、pH が 6.6 のナトリウム炭酸水素塩塩化物温泉ということになってます。二酸化炭素非常に高いというのが特徴になってますね。いわゆる炭酸が多いという感じになると思います。あとはもう一つはね泉温が低めですので、基本的には加温がされているということになりますね。そしてこちらが貸切風呂河原湯ということになります。こちらのね陶器でできた楕円形の湯船と、そして奥には名前の通りね川が流れているのが見えるというのが特徴かなというふうに思います。こちらにはね洗い場もしっかり用意されてまして、こんな感じのお風呂になってますね。この鉄分がね沈着したような茶色の湯の花がくっついていて、非常に雰囲気のいい感じのお風呂になってますよね。お湯はねこちらから出てまして、やっぱりかなりね茶色い感じのね湯の花がくっついてるような、そんな感じのお風呂になってます。はい、それでは元河原湯の貸切風呂入ってみたいと思います。まずこちらのお風呂ね、なんといってもこの薄茶色といいますか薄緑の濁り湯が特徴ですよね。若干鉄分の匂いがねするような、そんな感じのお湯になってます。でこちらから源泉が出てまして、元河原湯の自家源泉 100% かけ流しということで、素晴らしいお湯になってるのかなというふうに思いますね。そしてねお風呂の大きさはねこれぐらいで、信楽焼の陶器のお風呂になってまして、大きさも1人であればもう十分ゆったりと入れる大きさですね。もう2人でもゆっくり入れそうなぐらいの、それぐらいの大きさになってます。あとはねお湯の温度がねこちらの貸切風呂は少しぬるめに設定されてまして、もともとこちらのね元河原湯の自家源泉38度台ということでぬるめなんですけども、それを時期によってね加温の仕方を変えているようですが、今もね結構ぬるめのね長めの時間入ってられそうな、そんな感じのお風呂になってます。ただこちらのねやはり温泉ですので、これぐらいの温度でもある程度の時間入ればもう本当にポッカポカで長い時間温まってるような、そんな感じのお湯ということになってますね。そして外の景色はこんな感じで、川の音はね結構聞こえますけども、川自体は見えなくてね、山の景色が少し見える程度の、そういった感じの半露天のような、そんな感じの風呂になってますね。本当ねこれだけのね素晴らしい濁り湯、まさに秘湯と言っていいような、そういった濁り湯に1人あるいは家族で入れるというのは非常に満足度が高いですよね。大浴場の前には温泉の歴史が掲示されていました。こちらはお休みどころのようになってますね。名水土地の湯もありましたよ。はい、まずはね男湯の地蔵の湯からご紹介したいと思います。こちらが男湯地蔵の湯の脱衣スペースということになります。お部屋の数がね12部屋ですので、これぐらいあれば十分かなというふうに思いますね。大浴場のお湯は自家源泉と協同組合の混合泉、
pH6.5 のナトリウム塩化物炭酸水素温泉となっています。こちらも二酸化炭素を含んだ独特の泉質です。そしてこちらにはね、洗面がありまして、ドライヤーもね、しっかりと用意されているということになります。ではお風呂に行ってみたいと思います。こちらが元河原湯の大浴場、男湯、地蔵の湯ということになります。まず一見して奥の方にね、こんな感じで銅山川が流れてて、広い大きなね、銅山川が流れているのを見ながら入ることができるということになっています。そしてお風呂はね、5、6人はゆっくり入れそうな石の湯船になってまして、全体にちょっとこう赤茶色といいますか、そういった色になってますけれども、これは源泉の中に含まれる鉄分が沈着してこういう色になっているということですね。そして源泉はね、こちらから出てますけども、こういった薄緑といいますかね、薄茶色といいますか、そういった感じの濁り湯になってますね。湯温もちょっと厚めに設定されてまして、これはこちらの説明に書いてますが、肘折5号線が72度、元河原湯の源泉が35度ということで、それをね、うまく混合して湯温を調整していると。そのために加水や加温、ろ過消毒は一切していないということになります。まさに源泉 100% の素晴らしい濁り湯ということになっています。そしてこちらにはね、洗い場もしっかりと用意されているということになりますね。実際入ってみましたけども、もう本当にね、湯温も本当ちょうどよくて、結構長い時間入ってられるような、そんな感じのお湯で、鉄分が入っているということで、非常にね、濁り湯の贅沢感のあるお風呂でしたね。続いてね、女湯の観音の湯行ってみたいと思います。こちらがね、観音の湯、女湯の脱衣スペースということになります。で、男湯とはね、若干レイアウトが違うような、そんな感じの脱衣スペースになってますが、お部屋の数を考えるとね、これぐらいあれば十分なのかなというふうに思いますね。女湯ということもありまして、洗面とですね、こちらの方に、ドレッサーのようなスペースが男湯よりは少し多く設定されてますよね。ではお風呂に行ってみます。そしてこちらが女湯の観音の湯ということになります。でこちらもね、男湯と同様に、川がね見えるようなお風呂にはなってますけども、やはりねこちらはちょっと目隠しのようにされてまして、そのあたり若干男湯とは違うのかなというふうに思いますね。洗い場はねこちらに十分用意されてますよね。そしてお風呂は男湯とほぼ同様でしょうかね。5、6人入れそうな感じの広めの石の湯船になってます。お風呂の周りのねこの石の色もね、男湯と同様に赤茶色の色になっているということですね。こちらの湯口から源泉が出てて、やはりこちらね結構こう触ると茶色い鉄分がね手にくっつきます。そしてお湯は男湯と同様の薄緑、薄茶色の濁り湯ということになってます。もう本当にね非常に素晴らしい雰囲気のお湯を味わえる大浴場になっているのかなというふうに思いますね。では今から夕食を食べに行ってきます。夕食会場は和室の大広間でした。なんといろりのテーブルでしたよ。可愛らしいお重は子供のお膳。カツ丼？カツとスパゲッティ。お餅だ。こちらは大人のお膳です。すごいね。庄内豚と A5 ランク山形牛の朴葉焼き。鮎もいい感じで焼けています。
こちらは子供の焼肉。ペチョラ漬け、豆腐の味噌漬け、きゅうり、ナス、里芋、オクラの煮浸し、ミニトマト、卵焼き、本もろこ、飛びたけ、鶏ひき肉の寒天。なかなかの珍味が並んでます。こけしの箸置きだでもろこのちっちゃい、なんだろう、何と間違ったんだろう。もろこじゃなくて、なんか似たようなこんな小魚、ワカサギと間違えちゃったこのなんだっけ、甘酢漬け、何の甘酢漬け、あ、玉ねぎかな、これと一緒に食べると美味しい。生パン美味しい。すごいね、もうボリュームがさすごいよね。もうお肉を見たらもうこれだけでお腹いっぱいになりそう、お肉だけでこのさ、キノコも初めて見る。最初なんだろう、キノコに見えなかった。なんかお魚かなんかかなと思った、なんかこうやって見ると舞茸にも見えるよね、舞茸に似たキノコね。美味しそう。あ、これ美味しい。キノコに味がついてる、しっかり。これ何？豆腐？寒天で固めたような。銀山で食べたのと違います。これ中は鶏肉。あ、鶏肉が入ってる。鶏のひき肉。寒天で固めてる。美味しい。もう鶏がひき肉になってて、脂身があって、寒天で固まって食べやすい。美味しいです。サーモンの酢の物。サーモンのマリネね。サーモン大好き。サーモンはゴロッと大きいのが1個入ってる。すごい。サーモンにしっかり味がついてて、大きいサーモンがゴロッと入ってるなんてさ、なかなかないよ。ちょっと軽く炙ってるんだよね、でこう半分炙ってみたいな感じなんだと思うんだ。だからすごく柔らかさを感じるんだよね。枝豆のすり流しだってすごい綺麗だね。これほら、山形はさ、ずんだとかそういうのに有名、ちょっとこれなんでこういうのが乗ってんだろうね。こうやってつけて美味しそう。甘い。ちょっと甘い感じだ。こうやってさ、なんかこのなんだろう、この何の皮だろうね。このパリパリしてて美味しい。パリパリにつけていっぱい食べたい。すごい、枝豆がさ、ゴロゴロ入ってる。濃厚だ。お作りはなんと馬刺しとメバルと中トロ。さて、お刺身豪華ですね。馬刺しですね。ちょっと珍しい。なかなか刺身で馬刺しは出てこないですよね。最上の特産だそうです。馬刺しはね、この生姜とニンニクで味が引き立ちますよね。こちらが中トロ。やっぱトロトロですね。馬刺しはやっぱり美味しいね。ちょっとネギとかね、生姜とかこの大葉とか全部一緒にいい風味。焼けてきたね。うまそう。すごいね。豚はどっちでいこうかな。豚はこちらの何ダレだろう。ちょっと食べてみよう。これは柔らかい。本当に牛より豚が好きなんだけど、美味しいね。美味しい。これ自信持って言うだけありますね。タレも美味しいね。焼肉のタレっぽい感じもするけど、そうでもない感じの、ちょっとさっぱりした感じの焼肉というよりもステーキって感じだねステーキだよこれ。どうしよう、どちらがいいでしょうか。ちょっとさっぱり食べたいから塩でいこうかな。牛肉いきます。
脂身が結構あるかなって感じする。見た目と違って。どっちがいいんだろうな、塩とタレと。タレでもいってみよう。さっぱり食べたいんだよね、脂身が多いからね。塩かな。肘折カーブって勝手に名前つけてるけどさ、肘折カーブを降りてくると本当になんかこう別世界でさ、別世界ね。なんか、銀山もそうだけどさ、日本昔話の世界に来たような感じはもう本当こういうところを守っていくってすごいよね。10割そばだってすごい早く食べてっていうことなんで、もう食べちゃう。めっちゃ打ちたてなんだって、すごい。やっぱりさ、10割だから、麺が短めなんだよね。食べやすい、それが逆に。あ、ちょうどいい量だ。つるんと入っちゃうね。こちらは囲炉裏で焼いた鮎の塩焼き。登場したよ。すごいね。鮎の塩焼きね。身がふわふわ。美味しい。なんでだろう、なんかこう中の身もさ、塩味がついてるように、こうなんかしっかり美味しい。中の料理が全部なんかしっかり味がついてる感じ。すべての料理抜きたいな。抜くよ。あー、がっちり。ちょっとかわいそうな姿になっちゃった、岩菜ちゃん。よし、骨だけ抜いちゃった。これでいけるかな。はい、こっちゃんです。おにぎり、とうもろこし、ししとう、トマト。こちらも囲炉裏で焼いていただきます。焼いた味噌おにぎり、これも美味しそう。あ、味噌のね、塗り加減がちょうどいいというかね、塩加減がちょうどいいぐらいの味噌の量になってます。これは美味しいね。そば粉とくず粉を練り込んだ豆腐入りの鴨だし。そば豆腐だってすごい。へえ、初めてだよね。まさにもうそばの豆腐、お豆腐、感触は豆腐だね。口の中に広がるのはもうそばの味。でもちょっと舌触りがちょっとね、ザラッとした感じがあるけど、それはね、多分くず粉のせいなんだと思うんだけど、本当にいろいろアレンジができてすごいね。そしてね、このね、鴨で出し取ってるのがもう最高なの。相性が抜群。よくさ、ほら、そばでもさ、鴨のつけだれみたいなさ、あるね。そういう感覚だよね。ねえ、美味しいね。デザートはコーヒーゼリーとフルーツでした。デザートきました。コーヒーゼリーね、珍しいね。コーヒーゼリー美味しそう。お、すごい。これなんかミルクがすごい濃厚で、このコーヒーゼリーもね、結構こう細かくなってて味がね染みてて美味しいね。フルーツは桃ですね。これは梨。食事の間にね、こんな感じで布団を敷いておいてくれました。
肘折温泉名物朝市をご紹介します。道の両側には風情のある老舗宿が並びます。こちらは日本人を守る会丸屋旅館。こちらの旅館は一見銀山温泉の旅館にも似てますよね。肘折温泉名物朝市は朝5時半から7時半、4月から11月ぐらいまで開催されています。少し雨模様でしたが開催されてましたよ。豪快だけ味噌汁したり、油炒めしたり。すごい。ちまき？ちまき。でこれは何？これは何？きなこっていうやつで。中はもち米 100% で。ゆで豆。生もある？ごま汁ごぼったら食べるの。これ本当僕で作ってね。本当にすごい。一本ね。はい、8,000円ね。こちらは公衆浴場神の湯。銅山川を見ながら歩いて帰ってきましたよ。では今から朝食を食べに行ってきます。朝食は夕食と同じ会場です。こちらは子供のお膳。サラダ、肉じゃが、スクランブルエッグ、ヨーグルト、海苔、たらこなど。朝食のご飯は山形のブランド米つや姫。お米はやっぱりつやつやでしたよ。こちらは大人のお膳。こちらはサラダ。サバの味噌煮、とろろ芋、お豆腐、水昆布とナスの漬物、梅干し、しらすとおろし、しそ巻き、豆きんとん、ヨーグルト。これがすごい。うわー、すごい湯気が。こちらはなめたけの味噌汁。いただきます。この梅干しまず目に引くね。すごい大人気だね。この梅干し。ちょっと梅干しからいく。これでご飯何杯もいけちゃうんじゃない？梅干しで。すごい。サバの味噌煮ね。ご飯と一緒に。なめたけの味噌汁ね。山菜とか山のものがすごいね。ね、すごいね。これ今日朝市に売ってたキノコだよ。なめたけの味噌汁もさコリコリしてて、しそ巻き。しそ巻き。味噌が入ってる、甘い味噌が。長芋と梅バージョンでいこう。これ長芋と梅バージョン。おっとあ、美味しい。長芋と梅バージョン。途中つきたての餅が出てきました。お餅、納豆と小豆ときな粉からね選べるみたいですけども、でもやっぱ納豆のいい匂いが、やっぱ納豆は納豆で美味しいね。やっぱり醤油味というかタレがねトロトロしてて美味しい。
やっぱ餅に納豆は合うよね。こちらは小豆も美味しそう。小豆のね甘さもちょうどいい感じ。甘すぎず。これはいいね、餅はね。なかなか食べれない。あとはヨーグルト、上にベリーがね乗ってますね。玉こんにゃくは山形名物だよね。かりんとうまんじゅうね。これはあれだよね、昨日街を歩いててお店でお願いして、今日の朝ホテルに届けてもらったんだよね。作りたてをね、作りたてをね持ってきてくれるっていうのでね。わあ、美味しそう。おお、すごい。あ、本当だ、表面硬いじゃん。かりんとうだからね。面白いね、やっぱね。これは面白い。チェックアウトです。今回の宿泊費は家族3人で68,310円でした。県民割で1人5,000円引きとなりましたよ。クーポンも利用しました。肘折温泉元河原湯いかがでしたか？鉄と炭酸を含むお湯はまさに素晴らしい泉質に癒される宿泊でした。日本人を守る会のスタンプも押してもらいました。スタンプ10個で1泊無料宿泊できるとてもお得な特典です。チェックアウト後、車で数分の場所にあるカルデラ温泉館に立ち寄りました。とんがり屋根が特徴的な日帰りの温泉施設です。中では驚きの炭酸泉体験ができるので、肘折温泉に来た際はぜひ立ち寄ってみることをお勧めします。館内には展示物やちょっとした売店などがあります。宿泊はできませんが、レストランもありました。カルデラ温泉館の温泉は8度という低温の炭酸泉が特徴です。なんとこちらの炭酸泉は飲むことができます。毒味？ああ、炭酸水だ。確かに、薄い炭酸水って感じ。美味しいよ。こちらが内湯です。石でできたお風呂で濁り湯のとてもいいお風呂でした。こちらに手足を入れると炭酸が湧いてとても面白い体験ができますよ。露天風呂は時間で男女交代制でした。一旦外に出ます。こちらが露天風呂龍神の湯です。屋根はありますけども、周りは開放されてますよね。こちらも濁り湯のいいお風呂でしたよ。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。